君は少女のために世界を壊す覚悟はあるかっていうね。まあこれはある有名なゲームのキャッチコピーなんですが、そんな話は置いといて今回は、犬の大将のライバルであり、その絶大な力でヤシャ姫たちを苦しめ、いや、刹那を殺したが、実際は娘思いの超過保護であったキリマル。その目的はなんと令和の時代に落ちる妖霊星を破壊し、最強の証を手に入れることだったんだとか、まあだいぶね、最近そのキリンマルさんについても色々と判明したことあるんですが、まだちょっとわかんないところがあるよねと言いますか、今後のヤシャ姫の物語でもさらにこう知っておくと、楽しめる存在になっているなと思いましたので、これまでのキリンマルの行動を時系列順に見ていきながら、改めてキリンマルってどんな妖怪なのか気になるところも含めて話していこうかなと思います。まず軽く概要というかね、まあさっきも言ったところと似た内容にはなるんですが、キリン丸っていうのは東国を治めていた妖怪でございまして、ユニア社摂政丸の父であり、西国を治めていた犬の大将とは、まあ、対立しているライバル的な存在でございましたよと。そしてね、まあ、キリン丸さんは配下として司教と、自身の分身である陸と、まあ、これは配下ではないんですが、仲間としてね、姉、ゼロがね、いましたよね、っていう感じです。で、次はですね、そのアニメの中でも分かっているキリン丸の最も古いとされる情報から、見ていきたいんですが、600年以上前にリオンを連れて世界中を回りながら強者との戦いを見せていて、それ自体はそのリオンさんもね、喜んでいる様子だったんですけど、そんな旅の中、犬の大将と出会い、戦い、敗北をします。そして、戦場に子など連れてくるなとね、言われてしまいまして、キリマル自身もこの負けは自分自身の慢心がきっかけだと思い、大将に切られた角から陸を生み出して、その自身の行動をね、戒めていたんですが、ここからね、どんくらい時が経ったのかわかんないんだけど、今度はまあ大丈夫だと、再びですね、このリオンを戦いに連れ回した結果、リオンさんが半妖に殺されてしまいます。これによりそのキリマルは半妖を憎んでいるんだとね、まあゼロは言っていたんだけど、まあそれ以上にこの自分自身の力、考えが足りなかったことをここね、後悔しているとね、思われます。っていうかそうであってほしい。そしてその100年後、まあヤシャ姫の話から約500年前、妖霊星を犬の大将と協力して破壊しており、さらにここね、めちゃくちゃなんか関係が良くなっている見えるんだよね。でもここ疑問なのが、この時点ですでにそのリオンさんが死んでいますので、多分その魂を結び山に幽閉していたのかと思われますし、それならですね、ヤシャ姫最新話の話になってしまうんですが、結局キリン丸の目的というのは最強になることを求めていて、自身の力で妖霊星を破壊しようとしている。なのにここ、犬の大将と協力して妖霊星を破壊なんてするのかと。まあ仮にですね、ここは協力したとしても、その後犬の大将を討ち取ろうともせず横でのんきに寝るなんて、今のキリン丸から考えると、あるのかなというところね、気になったんですが、まあこれはこの500年前の話だけではなく、ヤシャ姫2の章まで、キリン丸さんって基本積極的にね、動くことが少なかったんですよね。だからこの500年の間に何かしらキリン丸を焦らせる理由となった事件があり、その一つが、またこれね、ずっと最新話の話をね、ちょこちょこ出しちゃうんだけど、妖霊星が間もなくその現代に落ちてくるとか、アクルに選ばれなかったっていうところが原因だったりするかもしれません。そしてそこからね、また時が流れて、ヤシャ姫が始まる約200年前、犬の大将が竜骨星との戦いで傷ついたことを知り、それを部下の司教が今が後期だとね、進言してくるんですけど、それに対しキリン丸はたわけと一括、奴に戦いを挑むには傷つき弱まってない時を選ぶが正道。それほど戦いとは崇高なものだと言っていたことから、まあ、非常にですね、その戦いに関しては正々堂々と卑劣な行動を許さないという、考えを持っている素晴らしい人物というのがこのキリン丸さんのね、いいとこだったんですけど、ここもですね、最近では、モロハから黒真珠を奪い、イリアシャカゴメを人質にしたり、ヤシャ姫をかばい傷ついた摂政丸にとどめを刺そうとして、しかも出てこないならば、俺の勝ちでいいなというね、発言は、まあ、正々堂々とはね、全く言えませんので、ここもですね、また今のキリン丸と昔のキリン丸の違っているポイントの一つでございます。そしてここからね、まあさらに、時が流れ、ヤシャ姫の始まる14年前、まあ、とは刹那モロハが生まれたあたりのところなんですけど、そこでゼロによって長い眠りからキリン丸が起こされます。そして、摂政丸と共にイニアシャカゴメを襲いに行くんですけど、まず先ほどね、200年前に起きていたということから、この長い眠りというのは、まあ長くても200年の眠りからね、目覚めたのかなというところだよね。けど、まあ何のために眠っていたっていうのは特に明確にはなっていないんですが、まあおそらくの話、その眠ることで夢の中だけではリオンと話すことができていたみたいです。だから話すために寝ていたのかなと思うんですけど、でもそうなると、すごいね、娘を溺愛しているキリン丸さんだったら、リオンが亡くなった直後である500年、600年前にからね、寝ていてもいいんじゃないかなと思うので、何かしらこのキリン丸が寝始めたタイミングである200年前に眠らなければならないね、理由を見つけたとかあったのかなというところです。で、まあここまでがね、ヤシャ姫が始まる前、過去のね、物語になっていったんですが、ここからは1の章、ヤシャ姫たちのね、冒険、
旅みたいなものがね、始まってからの話になっていくんですが、まず7話で、9期から頭骨がヤシャ姫にやられたことをね、桐丸さん聞かされるんですが、ここでその頭骨のことをね、覚えていない様子でございました。これはさっき言った、約200年の長い眠りについたことの影響だったんですかね。で、その後に9期が今後、頭骨だけではなく、他にもね、桐丸に災いをもたらすかもしれないから、この9期が始末してきますと進言したのに対し、ブドウを食べながら、わしの口には合わぬっていうね、少しちぐはぐな回答をしております。けど、おそらくこの時はヤシャ姫にこのブドウ以下の興味しかね、なかったのかなという、とこでしょうか。そして次に登場するのは17話。この時点で、先ほどね、9期も倒れているから、2人司教が倒れているのに、全くヤシャ姫を倒す行動を起こさないキリン丸をゼロが少し咎めるんですが、キリン丸はその腹心であるリグが動いているから任せておけばいいという風にね、言っていましたので、リグさんって自分のことをね、キリン丸から捨てられた存在とかって言ったし、生まれた理由もね、散々なものではあったんですけど、案外キリン丸さんからの信頼は厚いようにね、ここら辺見えてきますね。で、次に、登場した18話で、初めてこのヤシャ姫たちとの戦いになっていくんですが、ここ戦ったのは、至根の玉の予言がどんなものかと、確認する意味合いが強くて、そこまで積極的にヤシャ姫たちを打ち取ろうとはね、していなかったように思えます。で、あと気になることをね、ちょこちょこ言っていたんですけど、一つが、私を倒せば夢の胡蝶が消えるという言葉ね。これはこの時の、トワの目的であった、刹那についた夢の胡蝶のことではなく、リオンについたね、夢の胡蝶の話だと思うんだけど、夢の胡蝶は夢の胡蝶だよね、っていうところで、こういうね、消えるって発言をしたのかなと思います。そしてもう一つが、いずれにせよ汎用はこの世にあるべきではないというね、発言をしているので、汎用を憎んでいるというのも、あながち間違いではないようなね、気がします。そしてね、そこまでね、本気ではなかったんですけど、そんな状態のキリン丸の攻撃でさえね、ピンチになってしまうヤシャ姫たちなんですが、そこにね、摂政丸様が来てくれます。で、ここから摂政丸とキリン丸の戦いになってくんだけど、摂政丸にまだやってもらうことがあるからと言って、剣を引くんだよね。これは結局今思うとタクルの創作のことだったのかと思われます。そしてね、この後も1の章最終話までちょこちょこね、登場してくるんですが、一瞬のね、シーンが多いのでまとめて話していきますと、先ほど、汎用のことを心よく思っていない面っていうのはあったんですが、犬の大将の血を継いだヤシャ姫たちの潜在能力自体はね、非常に、認めており、その力がね、成長するのを待とうぐらいのね、興味は、キリマルさん、持ち始めておりました。で、あと、令和にいるキリン先生を通して、妖霊星が近づいているのを見て、かの時代にも妖霊星は現れるのか、このまま捨て置くわけにはいかないというね、という明らかにちょっと正義側っぽい発言をしているので、この時点では本当に人の命を守ろうとか、世界を守りたいというね、気持ちがあったのかなという風に感じます。そして、そんな中、1の章最終話になってくるんですが、ここではね、ちょっと色々あったので、パッパッパッと話していきますと、まず、摂政丸の攻撃からゼロを守っていたところだね。これはたとえそのゼロさんっていうのは、あんまり、今回話はしていませんけど、裏で色々とね、卑劣な行為をされていたんですけど、それでもこの、弟として姉を守ろうとしたキリン丸っていうのは、個人的にはすごいね、評価点高いです。その後に、リクに後ろから刺されるんですが、その時に貴様裏切るのかと、言っていることから、やはりリクのことはある程度信用していた腹心だと思っていたのに、これ後ろから刺されてしまいまして、あとその守ろうとしたね、ゼロにも縁を切られてしまいましたので、案外ですね、その最終話、キリン丸さんその精神的ダメージも、非常に大きいものを負っていた状態で、ヤシャ姫たちとの戦いになっていたのかなと思うんですが、その戦い自体はね、すごい楽しんでおりましたね。けどですね、そのトワの力を引き出すために、切断を痛めつけようとね、笑みを浮かべている場面とかあったんですけど、そこはちょっとね、悪趣味な気もしたんですが、結果的に大将の血を目覚めさせることに成功させたトワ・モロハの猛攻に、どこかね、ここ説明口調だったのと、最終的にこのトワ・モロハはキリマルに敗れ倒れてしまうんですけど、キリマルさんはそんな動けないヤシャ姫たちにとどめを刺そうとしなかったんですよね。これはヤシャ姫たちの伸びしろを感じており、さらに強くなるであろうということで見逃してくれたのかなというのと、今思うと、このさらに成長したヤシャ姫たちを倒すことで、時代樹アクルにね、選ばれたいという思いもあったのかなというところです。そしてそれだけではなく、志半ばで死んでしまった刹那の名を心に刻み、その刹那の名前は忘れないとね、ちゃんとその死んだ者に対しても敬意を払うことができる人物というのが、1の章までのキリマルの印象でした。そしてここからね、2の章に入ってくるんですが、2の章序盤の方では、そのヤシャ姫最終話でのこの成長っぷりを喜んでいたり、この戦いから犬の大将との戦いのことをいい思い出の一つとしてね、思い返し浸っていたんで、この2の章でいきなりね、キリン丸さんの考
考えが変わったのかなと思われているというか、僕自身ね、ちょっと思っていたんですけど、案外そういうわけでもなかったのかなというところです。そして次の28話で登場したというか、結び山の結界を通じて、刹那とともに守りたいものと捨て去るものがあるかというね、問いかけをしておりました。これはキリン丸っていうのは自身が認めた最強であるものとの戦いをね、望んでおり、そしてこの最強っていうのは、ただ力が強い5のものというだけではなく、守りたいものと捨て去るものの答えを出せる10の心。この両方を持ったものを探すためであったのかなと思うんですけど、でも現在のキリン丸さん自身がこの心をちゃんと持てているのかっていうのもね、怪しいところありますよね。で、あとこれはね、余談の話になっちゃうんですが、結び山の結界内で現代の風景がね、再現されていて、それがそのトワがそこまで覚えていなかった学園もね、忠実に形作られていたことから、これはそのトワの記憶からではなく、現代にキリン先生のね、記憶から作り出したものかもね、っていうのを、はい、ちょっとこれ思っただけの話です。そして同じくここでね、仲間となりました娘リオンから、キリン丸は600年前にリオンを失ったことをね、後悔しているよっていうね、話を聞く回でもありました。その後、31話で、キリン丸が結び山の結界から抜け出したリオンの前に現れるんですけど、ここで特にその抜け出したことを叱責するのではなく、自由に外を歩けることにリオンが喜んでいるなら、それでいいし、仮の体とはいえ、夢の中ではなく、現実でリオンに会えたことを嬉しくね、思っておりました。だからここもね、その娘大好きってなってるね、回だったんだけど、この前に偶然現れた悪霊トワが見えることに気づいてからが、特にですね、キリン丸さんおかしくなっていくんですけども、まず、時の風車の前でなぜ時代はわしを選ばないんだと声を荒げ、そこにまたね、現れた悪霊を追いかけ回し、その先にいた諸刃の黒真珠を奪って、犬夜叉囲めを人質にし、悪霊を連れて来いと要求。これはそのキリン丸の嫌っていた卑劣な行為ではないんだろうかと思うんですけど、そして、その後の摂政丸との戦いでも、夜叉姫たちをかばってキリン丸の攻撃を受けて、摂政丸というのは倒れてしまうんですが、そんな摂政丸に対して出てこないならば負けを認めるんだなと。そしてこれで悪霊もわしが最強だと認めただろうとね、なんともこう、的外れと言いますか、戦いに対する崇高さもね、忘れ去ってしまったかのように見えてくるんだけども、この直後にあった竹千代凛には、こう、落ち着いたね、雰囲気をまた出しているし、最新話であった犬夜叉たちの戦いの途中で、またね、そのリオンを助けに行くなど、していたんですよね。だからどんな状態になっていたとしても、リオンのことだけは忘れないというか、リオンのためというのは一つ一貫しているというところですかね。というのがね、ちょっと長かったんですけど、現時点での最新話までのキリン丸さんの話でございました。ということでね、最後軽く、まとめていきますと、キリン丸っていうのは昔、と言ってもこのリオンが死んでから2の章の途中くらいまでは本当にこの獣王の名にふさわしいと言えるぐらいには立派な考えをお持ちで、この姉であるね、ゼロの不始末を解決する姿とかもね、見えたりしていたんですが、最近はこの回を重ねるごとにちょっとどういうことなんだというのがね、見え始めているわけなんですが、その実はやっぱりリオンのため、もちろんですね、そのリオンは望んでいないし、この結果世界が滅んでしまうかもしれないという状況なんですが、たとえ世界がどうなろうが、そしてキリン丸自身の戦いに対しての崇高さ、プライド、それをなくしたとしても、娘を助けたい。これが結局その助けるための行動かどうかっていうのはわかんないんですが、キリン丸の信じる娘のための行動、これをし続けた結果がこのようなね、ことになってしまっているのかなと考えてみますと、犬の大将が望んでいると思い、間違い続けてしまった姉ゼロともね、やはり兄弟似ているなといったところで、今回は、キリン丸さんの話でございました。今後ですね、さらにそのキリン丸さんのこと、より分かってくると思いますし、もしかしたらその内容次第ではこれまでの話全部ひっくり返すぐらいの真実があるのかもしれませんので、今後の範囲をねじゃ夢を楽しみにしたいかなと思います。あとはやっぱり漫画版ですよね。こちらの方ではまだそのキリン丸の姿しか出ていないんですが、またそのアニメとは別の解釈、見方ができるキリン丸がね、登場してくるのかなと思いますので、そちらの方も楽しみにしたいなと思います。それでは、ありがとうございました。